ここが好きだよ日本人へようこそ。最近世界の各地ではジェンダー、人種、体にハンディキャップのある人々などを差別から救おうとする団体や活動が広まっています。しかし残念なことにまだまだそのような悩みを抱えている人の差別は未だに続いており、苦しんでいる人がいることもまた事実です。今回はその中でも人種差別に焦点を当てたお話をしたいと思います。物語は日本食が大好きで寿司職人を目指すとあるアメリカ人と日本人の親方との話になります。こんにちは、僕の名前はチャーリー。出身国はアメリカのロサンゼルスだよ。ハリウッドやディズニーランド、サンタモニカビーチなどが有名なところだけど、知ってるかい？ハリウッドはよく聞くんじゃないかな。ハリウッドと山の斜面に書かれている文字もよく映画で見かけると思うけど、まさにそれがあるんだ。またウォークオブフェイムといって世界中のスターの名前とシンボルが地面に刻まれているものは見たことがあるかな。観光客の多くが一生懸命に足元を写真撮っているよ。僕たち住民は何回も見たことがあるから、観光客があのように写真を撮っている様子は少し滑稽に見える。ディズニーランドは日本にもあるよね。でもロサンゼルスのものは世界で初めて作られたディズニーランドなんだ。その大きさもかなり大きくて1日では回りきれないくらいだ。サンタモニカビーチは海水浴が楽しめる上に遊園地がついていてかなり楽しい。僕も子供の頃はよく連れて行ってもらった記憶がある。最近はほとんど行ってなかったな。すごくおしゃれなところだから今度行くときはカメラを持って行きたいな。他にもたくさんロサンゼルスのいいところはあるからぜひとも遊びに来てね。そんなロサンゼルスに生まれた僕なんだけど、今は何をしているかというと日本で寿司職人として働いているんだ。意外でしょ？まあその経緯を今日は話していくね。僕は小さな頃から日本が好きだった。これは両親の影響が大きい。両親は2人とも日本が大好きで毎年家族で日本に旅行に行っていたんだ。北海道から沖縄まで行ったことがないところはないんじゃないかってほどに日本のいろんなところに行ったよ。そんな僕の一番気に入った街は大分かな。大分県はすごく良かったな。なんといっても温泉が最高だ。あれは日本じゃないと体験できない最高な思い出だと思うよ。その日本の中でも大分県は温泉がたくさんある。地獄巡りは本当に楽しかったな。その他にも料理が美味しい。海の幸にも山の幸にも恵まれている大分は名物が多いようだ。その料理にかけるかぼすや七味もまた良かったな。両親に日本の旅行でどこが良かったかと聞くと、お父さんは京都、お母さんは東京と答える。2人とも日本の伝統的な建物や風情のある風景が気に入っているようだった。他の日本に旅行に行ったことがあるアメリカのどの友達に聞いても同じようなことを答えるね。多分こんなにもマニアックな回答をするのは僕くらいなのかもしれない。というのも温泉については好き嫌いが分かれるみたいで、現にお父さんはあまり好きではなかったようだった。アメリカにはみんなでお風呂に入る習慣がないからどこか恥ずかしいのと不潔に感じるらしい。確かに僕も最初はそう感じたんだけど、慣れてしまえば全く問題には感じなかったよ。それ以上にあんなにも広いお風呂に入ることができることはすごく開放感があって気持ちが良かった。そんな感じで小さい頃から日本によく来ていたことがきっかけで、日本についてもっと知りたいと思うようになり、詳しく調べるようになった。そのうちに僕はもともと料理が大好きで得意だったので、寿司を作る職人の技術に特に興味を持った。そして日本の寿司職人に弟子入りをしたいと考えるようになった。両親にダメ元で試しに相談をしてみたが、チャーリーの好きなようにやりなさいと承諾してくれた。さらには寿司職人になったら私たちに美味しいお寿司をご馳走してねと愉快に言うのだった。僕の想像していた反応とは全く違った。
まさか許してくれるとは夢にも思っていなかった。こんなにも大それたようなことを言っている僕に対して挑戦することを後押ししてくれた両親には本当に感謝している。あの時両親が後押ししてくれなかったら、今自分が寿司を握っていることは絶対にありえなかっただろう。他のアメリカのどこの家庭でもそもそもそんなに頻繁に日本に連れてってもらえなかっただろうし、ましてや日本で寿司職人になるために弟子入りをしたいなんて言った日には驚いてしまうだろう。それに対して僕の両親は驚くこともなく快諾してくれた。調べてみると、寿司職人になるには2つの方法があった。一つはお寿司屋さんにいる親方と呼ばれるような人のところに弟子として修行をする方法だ。僕自身調べる前はこの方法しかないと思っていたが、もう一つあるようだった。その方法は寿司のスクールに通うというものだった。近年は寿司職人になるための専門学校があるようだ。こちらに関しては寿司職人になるための技術を3ヶ月で習得することができるようだ。効率的にスキルを学ぶことができるので魅力的に感じたが、僕は結果的に職人に弟子入りする方を選んだ。というのも、僕は日本について調べていると言っても、おそらくまだまだ日本の礼儀作法や常識などについて知らないこともたくさんあると思った。そのため昔ながらの親方のところに弟子入りして生活を共にすることで、寿司を握ること以外にも日本について生活を通じて学んでいけたらいいなと思ったので、弟子入りすることを選んだ。一人前になるまでに年月は圧倒的にかかるかもしれないし、独立するまでに何年かかるかも全くわからない。けれども日本についてより深く学ぶという点に関しては、職人に弟子入りした方がメリットが大きいと思った。こうして僕は日本で寿司職人になるための修行が始まった。一人前の寿司職人になるまでの道のりは決して平坦な道のりではなく、非常なほどの苦労があった。僕の面倒を見てくれる親方の名前は榎本さん。まあでもいつも親方と呼んでいたから、基本的に榎本さんと呼ぶことはなかった。人柄は温厚で優しい方だった。日本に来て簡単に話をしてから寮に案内してくれた後、1週間の暇を与えてくれた。こんなペースで本当に寿司職人になれるのかな。親方ってすごい優しそうだけど、こんなものなのかななど疑問はたくさんあったけど、とりあえず1週間時間をくれたので思いっきり日本を観光した。親方が構える寿司屋は東京だったので、東京の観光地という観光地を全て巡る勢いで奔走した。上野を散策したり、浅草や東京スカイツリーを巡り、銀座や六本木、新宿に原宿、新大久保など毎日都内を駆け巡った。僕は毎日思う存分好きなことをする最高に楽しい楽園生活を送った。その後、地獄の修行が待ち受けているとはつゆ知らず。1週間が経過した後、修行が始まったわけだが、想像を絶するようなものだった。日本に来て初めて会った時に話をしたあの優しそうな親方はもはや面影もなく、まさに鬼だった。というのも、親方は先ほど紹介した通り普段は温厚な人だが、寿司のこととなると人が変わる。それだけ寿司に対して人生をかけてやっているんだなぁと気迫を感じるほどだった。寿司職人といえば飯炊き3年握り8年という言葉があるほどで、一人前になるには10年近くかかるという話もある。もっともこの言葉は一昔前の話のようで、そこまでは厳しくはないが、厳しいことには厳しかった。最初の3ヶ月は本当に皿洗いと掃除しかしなかった。その後は徐々に先輩たちからいろんなことを少しずつ教えてもらった。1年経った時でもまだ寿司を握ることはなく、魚の下処理やまかない料理などのちょっとした調理をさせてもらえるだけで、道のりはかなり険しかった。またさらに1年経つ頃にはようやく寿司を握っていた。それでもまだ客に出せるものではないと親方の許しはもらえなかった。親方のところに弟子入りして4年が経過した頃に、
ようやく寿司を握って客に出すことの許可が下りた。本当にその時は嬉しかった。今までの努力が全て報われたように感じた。来る日も来る日も寿司を握っていた僕は何度も心が折れそうになった。また最初の 1,2 年は皿洗いや雑務ばかりをしていて、本当に寿司職人になれるのか不安になる時期もあった。それでも親方を信じ続けて早4年、客に寿司を提供することができるようになった。親方を信じ続けてよかった。親方には感謝しかない。しかしその後も厳しい道のりは続いた。人の前で握るということは普段はない緊張感がある。人に見られている上で、さらにはプロとして失敗ができない状況。こんなにも練習とは違うのかと思い知らされた。ただ何千回何万回と握る動作をして染みついた動きのはずなのに、どこかぎこちなくなってしまう。あれほど修行をしたはずなのに難しかった。また人前に出るということはいろんな言葉が聞こえてくる。寿司職人なのに外国人なんだね。見て、あの人日本人じゃないよ。など言われるのはザラだった。僕としても気にはしないようにしようと思っていたけど、どうしても気になってしまう自分がいたが、やはり外国人だと言われることはあまり気持ちがいいことではなかった。そんな僕の様子を見かねた親方に言われた言葉で、外国人と呼ばれることのコンプレックスから解放された。チャーリーよ、自分が外国人であることを気にしているのか？もとよりそのつもりで日本に来たんだろう。外国人であることの何が悪い？はるばるアメリカから日本の寿司に興味を持って来てくれて、こんなにも立派に育ってくれた君のことを誇りに思っているよ。だから私は君のことを自信を持ってお客さんの前に立たせている。君は何も不安に感じる必要はない。寿司屋にいる人間は皆寿司が好きな同じ人間であろうに。その言葉で僕は救われた。その日から僕は外国人であることを隠すことはやめた。ありのままの自分で寿司職人として堂々と寿司を握り、接客をするようになった。いかがだったでしょうか。ちょっとしたうかつな発言で人を傷つけることになってしまいます。そんな発言をするのではなく、今回の親方のように勇気づけて克服させてあげることができるような人間になりたいですね。また人種で差別するのではなく、皆同じ人間として世界中の人々が手と手を取り合うような世界になることを祈っています。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。